Hello everyone, this is Sora! いやー、小野賢章さんの回が終わったよー。いやー、今回もまだ俺結構ちょっと緊張しちゃったけどさ、やっぱり賢章さんの声ってすごい素敵でさ、なんかこう一緒にやってて俺の耳めっちゃ幸せだった。みんなもそんな感じかな。はい、ということで実は今回も、第3部までにまとめられなかったやつを第4回目としてまとめてみましたので、ぜひぜひ見てみてください。どうぞ。賢章って、子供の時から、俳優だったりとかのお仕事をしてるじゃない、はい、学校ではどんな感じだったの？学校では普通でしたよ。でもさ、だってさ普通の生徒じゃないじゃん。だってこうお仕事してる、これがね、中学校の時なんだけど、僕よりいまだに仲良くて一緒に、よくゲームしたりとか、飲みに行く、幼馴染というか、同級生がいるんだけど、そのね、彼がねめちゃくちゃモテたの。本当に少女漫画家ってぐらいモテる友達がいたの。イケメンがいたわけだ。イケメンがいたの。だからね、全く何にもなかった。何もでもなんかさ、例えばさ、ちょっと演じてみろよとか。それはあったよ、さすがに。あった？なんか知らない先輩にお前呪文言ってみろよとかって言われたりとかして、でその時当時ってやっぱ中学生とか多感な時期だから、反抗するわけよ。なんで知らないお前のために言わなきゃいけないんだよとか言ってた。なるほどね。言ってた。もちろん演じる時って台本があるわけじゃない。でアニメの場合はこうやってこう見ることができるかと思うんだけど、舞台って見れないじゃない。見れない。でしかもちっちゃい時からやってるってさ、どこかのタイミングでなんだけど忘れることとかないの？なんかないセリフを飛ぶことはある。でもすぐ思い出す。その場で全く出てこないってことはないかな。でも1回だけ、もう稽古が3日ぐらいしかなくて、本番をやった舞台があって。稽古が3日？そう。3日で普通のなんか主役だったんですよ。なんと。そうなんかいや本当は1週間半ぐらいあったんだけど、そのタイミングでインフルエンザかかっちゃって。なるほどね。そう3日しか出れなかったっていうのがあって、普通は舞台だったら1ヶ月から1ヶ月半ぐらいはね、稽古するから、なんだけど、それの時は舞台上で次のセリフなんだって言ったことある。なるほどね。逆に言っちゃうと。逆に。なるほど。なんだ、次のセリフなんだったっけとか言って。なるほどね。言ったことはある。私今先輩からいいことを聞きました。台本が飛んだら台本なんだっけって言えばいいわけだ。そうセリフなんだっけって言っちゃったことはある。でもそれ以外は。でもそれが言えたのは結構コメディだったからなんだよね。そうね、コメディだったから言えたけど、確かに、シリアスな流れの中で今にもなんかこう死にそうな時とかにセリフなんだっけなんて言えないもんね。言えないから。そうだよね。でももうそのためにね、1ヶ月毎日稽古するわけだから。だけどそれでも3日？3日どうしたの？その3日間は。ずっと死にたいと思ってた。なるほど。3日じゃあずっと台本読むの？口に出すの？何をしてらっしゃるの？いやもう常に口に出してたね。トイレの中とかでこもって。ずっと読んでる。ずっと読んで。それで覚えちゃうんだ。でもだってなんとかね。主人公だったらセリフも多いし、めっちゃ多かった。舞台1本ってね1時間以上あると思うし、いやよくできましたな。いやそれね、もう今じゃ無理だね。本当？それも割と若い時だったからできたかなっていうのはあるかも。無理してでもできる。なんかね今ね、よくできましたなって俺一体どの目線で言ってんだろうねこれね。どうしよう、なんか石飛んできたら。次の質問に行きましょうか。何が出るかな。出た。黄色。ヘイリー、シンガポールの方ですね。黒子のバスケのアニメと舞台両方で演じられていますが、どちらがよりチャレンジングでしたか？もうこれはもう舞台ですね。なるほど。なんで？お芝居に関してはもう一回そのアニメの方でやってたんで、全然
黒子くんには問題ないというか、心配してるところはなかったんですけど、舞台でやるってやっぱその全部出るんで、そのまず顔あんま似てなくないっていうか、あんまっていうか似てないなみたいなところから始まり、どうやったらその黒子になるかなっていうか、なんかその容姿だけビジュアルだけ見たら黒子に哲也に、なれる人ってもっともう他にもたくさんいる中で、俺がやるってどうやったらいいんだろうっていうチャレンジはすごいありましたね。でもあれだよね、だってちゃんとウィッグもかぶってさ、もう本当にもうでもね黒子くんになりつつ、あとなんかやっぱ一つ思ったのが、アニメの声優さんが実際の舞台でも演じるって、あんまり聞いたことなくて、なかなかね。でもやっぱりなんかその舞台の上で演じる黒子くんとアニメで演じる黒子くんってなんかやっぱ違ったりしたの？なんか結構やっぱその違いというかはあったかなというか、基本的なベースは全然変わらないんだけど、全く変わらないんだけど、やっぱ演じてる人がやっぱ違うんで、その周りの人ね。そうだね。そう、周りの人が違うから、やっぱそれに合わせた黒子というか、なんかその中にいる黒子みたいなのはかなり舞台版とアニメ版では違うところはあったかなっていう気がします。賢章ってもちろんそのアニメの時ってね、台本をいただいて、黒子とかだと原作があってとかだと思うんだけど、その今出てる他の演者さんに合わせて黒子くん変えたって言ったけど、どういう風にしてその自分の中にこのキャラクターをこんな風に喋るかなとかって想像するの？キャラクターに関しては第一印象ですね、僕は。そうなんだ。結構第一印象を大事にしてて。それは見た目、それともなんかこう読んだ？見た目。まずは。なるほど。第一印象ってやっぱ見た目だから、そのなんかパッと見た時にこういう声かなっていう自分の中に出てくるその第一印象みたいなのはすごい大事にしてて、でオーディションは多分そこまででいいと思うんだよね。でその後その自分が役もらって、原作があるものだったら、しっかり読んで、どういうキャラクターなのかっていうのは深掘りしていきますね。でもあれか、やっぱ黒子くんっていうのは賢章の中ではアニメも、舞台も、もう黒子くんは黒子くんっていう2人違うものじゃなくて、違うものではないかな。そうなんだね。賢章は本当に素晴らしいいろんな活躍をされているじゃない。本当にいろんな人の夢のような、お仕事だと思うんだよね。夢を追いかけてると、そういう途中で折れちゃう人がいっぱいいると思うの。なるほどね。そういう人たちに対して、ちょっとこう賢章から一言というかメッセージをお願いします。急に真面目じゃん。真面目だよ。どうしたん？だってなんか知りたいんだもん。そっか。そうね。でも諦めないことかな。もうこれに尽きると思う。やっぱりその自分をどれだけ信じれるかと、やっぱ自分をどれだけ無知っていうか頑張って努力して、その自分のスキルを磨くというかね、なんかっていうのはやっぱ大事だと思うし、それでやっぱ僕の職業なんてもうもろにそうなんですけど、それだけ頑張っても報われないとか売れないとか、日の目に当たらないとかっていうのはあるんで、そこでやっぱ後悔を残すか残さないかですかね。あの時もっとやってればなとか思えないぐらい頑張る努力をすることが大事なんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとう。やっぱりあれかな、もう本当に自分を信じて、もう諦めずに、とにかく頑張れと、そういうことだね。俺も頑張る今の賢章の言葉をいただいて、はい、こんな感じで小野賢章さんの回は一旦すべて終わりでございます。やっぱりさ、俺こういう風に海外にも向けてこういった素晴らしい方をさ、どんどん発信、俺がね MC としてなんだけれども、まだまだ力不足だけれども頑張っていきたいなと改めて思ったわけよ。こういうのを見ると、なので皆さんもよかったら、この動画面白かったらいいねとかコメントとかたくさんください。とっても嬉しいです。はい、そして第3回目のゲストはケンさんです。まさか3回目も素晴らしい方に来ていただきましたので、皆さん次回のソラジ先輩クラブも楽しみにしててください。 Thank you and bye bye。 チャンネル登録してね、今すぐによろしくね。
よろしくね、よろしくね。